はい。これでユーグリッド語情報の関数できたんですけど、実はユーグリッド語情報の関数の書き方ってこれ一つではなくて、もう一通りだけ少しご紹介しときますね。これちょっとコピーをして、えっと先ほどのをユーグリッドアルゴリズム1にして、こっちを2にしときましょうか。で、今度ホワイル文をやめて、例えばこれを2にして、もう一回この代償関係戻しておきましょうか。これでユーグリッドアルゴリズムの2の関数を呼び出すときに71と462を引数に渡して、この関数を呼び出します。そうすると、繰り返しがないので、一つだけ式が出てきて、ここで返り値が A が返ってくるので、今462が返ってきているというようなことになります。で、ここで、何をやりたいかというとですね、この定義した関数の中にもう一個、この自分自身の関数を呼び出してみると、こういうふうに、ここで渡している A はこの A なので、この B、AB なので、この AB を引数にしてもう一回ここに戻ると、ずっとこれが繰り返されるっていうのが分かりますかね。58行目で自分自身の関数をもう一回呼び出しているので、またここに戻って、45に戻って、この A にここの A の値が代入されます。つまりこれですね。B が代入されて、ここの B にこの B が代入される。つまりここ56行目で代入したこの R の値が代入されるので、2回目繰り返されるときは、この462が A になって147が B になってここに渡されると。でまたずっと計算していくと、ここでまた入れ替わるので、2回目呼び出されたときはいくつでしたっけ。これか、147と21が渡されるということですね。でこのままずっといくと、値余りが0になっても終了するっていう条件が書かれてないので、これずっと繰り返されるので、コンピューターがスタックしてしまいます。止まってしまいますね。ライノが多分止まってしまうので、このまま実行しないでください。それで、だから終了条件を書かなきゃいけないんですね。でその終了条件をちょっと今から書きたいんですけど、EXIT コンディションを書きたいんですけど、もし、B の値が、0だったら戻ると。リターン、A が変えればいいのかな。ここでこれが、B の値ですね。でこれが A の値なので、 B が0だったら A を返せば、最大公約数が求まりますね。なので一旦これでちょっとやってみましょうかね。そうするとちゃんと、あれ、ここではい、ちゃんと出ましたね。でこれをもう少しちょっと詳しく見ていくと、
上から順番にプログラムが流れてきて、関数の定義1番目が読み込まれて、ユーグリッド語助法の2番目の関数の定義が読み込まれて、でようやくこの66行目で定義した関数の2番目ですね、これが呼び出されてます。で引数は1071で462が2つの値が変数として渡されるので、 A の値にこの A の値に A の変数の中に1071、 B の変数の中に462の値が代入されます。で47行目に行って、 B の値が今462なので0じゃないですよね。なので48行目飛ばされます。で50行目に行って、小と51行目で余りが計算されて、ここで55行目でプリントされるので、ここがプリントされると。でもう一回繰り返しの準備のために、先ほどのここで計算、この B のここで引数に渡された B の値、つまり462が今度 A になって、ここで R ですね、 R っていうのが147、この147が今度 B になって、同じ関数が呼び出されます。でここに呼び出されるときに、この A には462、 B には147が代入されて、まだ B が0じゃないので48行目飛ばされて、Q と R の値が計算される。つまり Q が3で R が21になります。余りが21で、55行目で、この式が出力されて、また繰り返しのための準備をここでしますね。A の値を今度 B に変換します。つまり、147が A になるわけですね。で B が21になってまた呼び出されます。でここも B が0じゃないので、ここが計算されて、また同じように55行目でこれが計算されると。で、B の値が先ほどの21で、ここの R が、0なので、ここは、A が 21、B が0でもう一回呼び出された時に B が0なので、ようやく if 文終了条件の中にこれが true になるので、48行目で、リターンされます。 A という値が。で今 A が21が入っているのでリターンされるんですけど、リターンされる先は関数が呼び出されたところに戻るっていうふうに言いましたね。なので先ほど呼び出されたところはここですね。61行目で、もう呼び出されたのでここまで戻るわけです。つまりこの右辺が A の値になるので、今21が代入されてて、ここのレス変数の中に21が代入されます。でこの63行目でレスがリターンされているので21がリターンされて、じゃあここを呼び出された先はどこかっていうと、一番最初の66行目の右辺で初めて呼び出されたのでここまで戻ります。なのでこの右辺が今21になって、このレスの中に21が代入されるので、ここで、21が代入出力されるという流れですね。これちょっとややこしいんですけど、このやり方を覚えておくととっても後で便利なので、ここで2通りのユーグリッド語助法の関数の書き方を紹介しましたが、この2つ目の自分自身の関数を自分自身の関数の中で呼び出すやり方のことを再帰というふうに呼びます。再び帰ると書いて、
再起というふうになります。英語だとリカージョンというふうに言いますが、再起関数という書き方です。この再起関数の書き方ちょっとややこしいですけど、最初は前回やったデバッガーの使い方も皆さん覚えていると思うので、ちゃんと、ブレイクポイントを打ってデバッガーで流れを追っていくと分かるかというふうに思うので、デバッガー使って流れを追っかけてみてください。じゃあ、2通りの書き方をここでご紹介しました。